皆様、本日はこちらのちくわを使ってちくわの唐揚げ作っていきたいと思います。で、今回はねおまけもあるので動画の最後にぜひ見てみてね。ということでやっていきます。じゃあまずこちらのちくわ、大量なんだけど、ちくわは縦半分に、もうこれくらいで大丈夫。でちくわカットしたら、ここにお醤油、はい、お醤油大さじ2杯にみりん大さじ1、あとまあ一応ねお酒も入れとこうかな。特に臭みとかもないようなものなんでね、なくてもいいですけど、お酒大さじ1、一応うまみもあるんでね。でここにチューブとかでいいのでにんにく、まずにんにく小さじ1杯ほど入れます。で生姜、こちらもにんにくと同量小さじ1杯ほど、これも全然チューブでいいですよ。こちらソーミシャンタン、こちらも小さじ1杯、結構味は濃いんで小さじ1/2ぐらいでいいです。塩コショウ少々と卵1個、そしたらこちらよく混ぜてちくわにタレを絡ましておきます。でね、今回卵を入れたのはちょっと辛みを良くするためですね。絡みやすくでしっかりめの味付けしてるので、今回そんな置いとく必要も特にないです。で今回は揚げ焼きにしていきますね。衣は片栗粉で。ではこちらのちくわを、ではもう片栗粉で、そんなしっかりつけなくていいので薄衣くらいで大丈夫です。余計なのをはたして、こんな感じ、はたいて、で他のちくわをどんどんつけていく間に衣となじませておきます。でね、これ本当におかずにもいいし、おつまみ、おやつ代わりにもねいいので、ぜひぜひ作ってほしいのと、まあこれ結構大きいけど、これさらに半分ぐらいに切っとけばお弁当とかにも入れやすいので、でもお弁当入れる場合はね、軽くちょっとニンニク少し少なめにするとかしても大丈夫です。結構ね味はついてるんでお弁当にもぴったりです。で、まあ、今回漬け込む時間やってないんですけれども、これでね20分ぐらい漬けとけばちくわに結構染みるので、よりお弁当向けになると思います。でまあ今回ね普通にスタンダードにはしたんだけど、これね磯辺揚げ風にちょっとだけ青のり混ぜても美味しいし、カレーとか入れても美味しいです。じゃあこちら揚げていきます。はい、じゃあ揚げていくんだけど、今日ちょっとね最後のおまけの動画のやつが見えてるんだけど、これはねコメントで一番多かった。そう以前ねカルディに皆さんのおすすめの商品ありますかっていうのをね聞いてて、結構ねいろいろ、まあ今もちろんもうね季節柄ないものもあったんだけど、あとおすすめのものとか結構いろいろ買ったんで、そちらをねちょっとで、結構それ料理しないといけないものとかも多かったから、これおまけでねちょっとだけ紹介していこうかなと思っておりますので、ぜひぜひ最後まで見てみてください。僕たちもちょっとこれ食べるの初めてなんで、すごい楽しみだよね。めっちゃいい香りしてる。で今回ちくわは揚げ焼きなんだけど、まあ気持ち多めぐらいの油でやっていきます。そういう点もね楽だね。そうやっぱちくわはね本当に表面だけね、そうそう、もともと火が入ってる、もうそのままで食べられるものだとね、油もそんなに気にしなくても大丈夫なんで、カリッと揚がれば大丈夫です。前の日に漬け込んで朝、チャラッと焼軽く揚げるしね。何よりコスパよ。安い。練り物がさらに安くなってる日とかに買えば最高だよね。俺でも一個楽しみなのがさ、新米の季節じゃん。もう土鍋ね、ちょっと新米やりたいねそれね。去年もやったもんね。もうそれに合うおかずだけで白米を食べていきたい。そのみんなのおすすめもいいしさ、ね、ご飯のお供も。そうそう、おすすめのお供。それを聞こうか。それで一個聞いたので、北海道の鮭のルイベだっけ、がめちゃくちゃおすすめってせっかく書いてくださったから、それ注文してみようか。確かにやりたいね。ちょっとしかもちゃんとなんか会社の名前まで入ってたから一回検索したんだけど、すぐ出てきた。じゃあちょっと今度頼んでみよう。はい、じゃあということでちょっといろいろ楽しみなことが増えましたが、一緒にして揚げていきます。
あとまだ20万人記念やってない。そう20万人記念のあと30万があって40万もあるんだよねだからさほらこのコロナがあったからさちょっと楽しみ。そしてもういい香り。いやもう絶対美味しいもん。美味しいね。でも本当は揚げ時間とかも特に指定はないというかもうカリカリに表面が上がれば大丈夫って感じなんで。焼き色揚げ焼き色焼き色で、まあ、少ない油で揚げるときは結構ねたくさん一気に入れちゃった方がかさがさらに上がってね揚げやすくなるので。でこんなん別にくっつきづらいものなんでねパッとたくさん入れて一気に揚げちゃってください多分さコメント書いてくださった方はもうこの左側の図で多分何だか分かってるよね多分ね。めっちゃ楽しみ本当。よしじゃあもうひっくり返しちゃいます。しゅんちゃんこれはやばい。これはやばいぞ。もう美味しい。もう見た目が美味しいほらあ美味しいよね。ー美味しいです。これ美味しい色です。美味しい茶色。最高だな。でもコメントでもさあったけどさ、うん黄金チヂミさめっちゃ好評なんだけどさ、やっぱこうちゃんのね焼き色がねいいんだよねありがとうございますっていうコメントがありました。あざーす。なんかちくわってあれだよね揚げた後ちょっと膨らんだ後さ落として温度冷ますと縮むよねお前それ意識したことなかったわ。これ好きなんだよ。なんか揚げてるとこう丸まってるじゃんちくわって。これがこうやって伸びてくんだよ。ああそういうことね。でそれがね冷めたら元に戻るって感じ。もういいかな。もうね触った感じはもうわかるかな。このザクザクなんですよ。でほら最初と違ってさ膨張してるからもう綺麗に並べられなくなってんだよ。なんでわかるかな。こんな感じでいい感じに揚げるようになったらもうこれ全部取り出していきます。待って多分さ、揚げ焼き史上一番簡単じゃない、気にすることがないもんね。特にない。でこれね揚げ終わった後できればねこのちくわのこの内側にあった部分輪の中の部分を下にした方がここに油が溜まりやすいんで油の切れが良くなります。チュロスみたいなほらチュロスOK じゃあこんな感じで二度揚げとかも必要なのでこちらで今回ちくわの唐揚げ完成。じゃあ残りも揚げて実際食べていくプラスおまけも食べたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。じゃあまずはちくわから何もつけずにいこうかな最初。いただきます。いきます。うまい。あでもやっぱりこの唐揚げのやっぱタレのさ味付けしてるんだけどやっぱ噛めば噛むほどちくわの味がしっかりするからこれはまずもうこれめっちゃご飯進む。ほんと表面がサクッとしてるね。これ絶対小さい子ほんと大好きだと思う。ほんとさ唐揚げとかと違ってさ、中からその水分がどんどん出てくるわけじゃないからさ、一回揚げたら結構サクサクキリッとできるからうまいよ。本当にちくわなのにこの主役感だよね。もうこれ一品あれば十分主役になるぐらい本当に美味しいメインディッシュだよね。でお肉と違ってあっさりしてるから、しつこさもないんだよね。全く唐揚げのね。うまい。これはうまいよ。
やっぱあと卵使ってくれてるから短い、その全然つけてなくても十分味するのも個人的にはいいかなと。時間ない時にはね、絶対いいもんね。パパッと。うわー、やっぱよく焼きうまい。届いてるんかなこのサクサク。自分からはすごい聞こえるんだけど、うまい。じゃあいっちゃう、そろそろ。でとりあえずね、やみつきちくわの方は以上なんですけども、続いてカルディでおすすめしていただいたやつで、こちらですね、ロイタイのグリーンカレーですね。こちら、はい、こんな感じ。パッケージはこんな感じなんですけど、いやこちらがマジで本当にびっくりするぐらいおすすめする方が多くて、一番多かったんで今回こちらにしたんですけど、じゃあいきますか。早速食べてみましょうか。作り方は後ろに書いてある通りで作ったんで、めっちゃ簡単でした。じゃあではよ、ちょっと俺飲んでみようかな。いただきます。いただきます。あうまい。めっちゃうまいし、あと辛いのが好きな方は多分たまんないと思う。見た目に反してね、思いのがね、すっごい辛いよ。スパイシーだよね。でもめっちゃ美味しいわ。嫌な辛さじゃなくて、うまみのある辛さ。うまっ。あとタイっていう風になってる、ロイタイっていうぐらいだからタイなんだろうね。なんかのわかんないけど、どちらかといえば癖があるイメージあるじゃん。それがないね。ないね。めっちゃ日本人の人も大好きな味になってる。食べやすいだろうね。食べやすい。ただお子さんは多分無理。これ辛いね。めちゃくちゃ辛い。ココナッツなんだけど、そんなココナッツ風味が強すぎないから、多分そんなに癖がないんだと思う。あっさりしてんだよね。これだから書いてあったのがすごい分かる。確かにバジル絶対合うだろうなって思った。あとナスと鶏肉との相性抜群だね。俺今回ナスと鶏肉で、あとパプリカとヤングコーンとあとしめじ入れたんだけど、とりあえずナスはすごい合うわ本当に。ヤングコーンもうまい。なんだろうね、コクがあるんだけどあっさりしてんだよね。1パックで本当1人前ができるぐらいの量だからちょうどいいと思う。一人暮らしとかしてる方もね。うまい。すごい辛い。めっちゃうまいこれ。でグリーンカレーがもちろん一番多かったんだけど、このロイタイの違う味のバージョンもおすすめしてる方いたんだよ。ちょっとこれ買ってみたいな。全部種類がうまいんだろうね。食べやすいんだと思う。そう、食べやすい。癖がないんだよね、変な。だから俺あんまりそのさ、グリーンカレーとかそもそも食べたことはそんなないからさ、食べ方はさ、でもスープカレーぐらいサラサラじゃん。つけて食べるんかな。かけると多分全部染みると思う。でもめっちゃ美味しい。でもちょっとね、改めて食べてみて本当改めて思ったけど、なんだっけ、よくさランキングあるじゃん、カルディの、そういうので見るより視聴者さんからのがまずリアルな意見だからさ、本当に美味しい。絶対美味しいんだよね。お店が推したいものじゃなくて、食べて本当に美味しかったものを教えてあげてるからさ。そうめっちゃ美味しいけど本当になかなか辛い。これ超美味しい。めっちゃうまいわ。もう一回ちょっとチョコ食べていいですか。めっちゃうまいチョコ。やっぱうまいんだけど、全然ザクザクだね。
ということで本日はですね、とっても簡単にできるちくわのやみつき唐揚げと、視聴者のね皆さんにね教えていただいたロイタイのグリーンカレーを食べてみたんですけど、まずはやみつきちくわの方から、これはね本当に安いっていうのもあるんだけど、ちくわを揚げたらこんなに美味しいんだっていうぐらい結構びっくりする料理になってるんで、簡単なんだけども美味しい料理になってるので、ぜひ皆さんに食べていただきたいなと。おやつにもいいし、まあでも本当メインディッシュになる味なんで、そうなんだよね、すごいおすすめです。そう、すっごい美味しいです。お弁当にもぜひ作ってみてください。で続いておすすめしていただいたロイターのグリーンカレー、これはね本当にね辛いはめちゃくちゃ辛いんですけど、その旨味のある辛さでさらっと意外といくらでも食べれちゃう味付けになってるんで、本当万人受けする味になってるから、多分みんなに、好評なんじゃないかなっていう感じがしました。本当日本人が大好きなカレーの味になってる。癖が本当強くないね。でこうちゃんが言った通りもっとココナッツっぽい感じがするのかなと思ったんだけど、そんなにねくどくないんだよね、ほのかにしてる感じで、そこもねすごい個人的にいいかなと思いました。めっちゃ美味しいです。美味しい。ということで本日は以上になるんですけども、教えていただいた皆さん本当にありがとうございます。ありがとうございます。であとね今度ねその土鍋でね新米を炊いて、なんだっけ、それに合うね、に合うものもしあったらぜひコメントで書いていただけたらなと思います。ということで本日は以上になります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。